気がするね。はい、すごい嵐でしたね。まあでもね、無事なんとか嵐を乗り切って今日はすごくいい天気になったので、今日からまた移動を開始していきたいと思います。赤く染める地図なんていらない道を任せて。本当はね、もっとラウスとかね、海沿いの方を走ってる予定だったんですが、なんと風速30メーターぐらいの風が吹くということだったので、2日間ね、山あいの方に避難しておりました。山のもみじ輝く色、走るバスに光が当たる。芋をくべた焚き火の夜もこの旅の一コマさ。焚き火のわぜる音が答える。今日もいい日だったな。はい、今これが見えてるところが屈斜路湖。はい、摩周湖、今日は霧がかかってないですね。ここへはね、以前も来たことあるんですけども、その時は本当に霧の摩周湖でね、霧しか見えませんでした。本当に湖があったんですね、ここにはね。ここからではね、見えないのですが、摩周湖の最大の特徴は不純物がほとんど混ざっていないことによる圧倒的な水の透明度だそうで、かつてバイカル湖を抜いて世界一を記録したこともあるほど清らかなんだそうです。その水質を維持するために湖畔に降りることは厳しく制限されていて、展望台から見下ろすことしかできない孤高の湖であることがその神秘性をさらに高めています。いやー、今回はね、湖の端から端まで綺麗に見ることができてすごく良かったです。この道がそう。この道がそう。ほんであの先から写真を撮るわけね。はい、この道端っこまで行って端から眺めてみたいと思います。とりあえずね、端まで行ってみましょう。はい、端っこまでやってきました。端っこまでやってきて、なんかちょっと様子が違うなと思って調べてみるとですね、一本の道っていう名前二人にある天に続く道に似ているってことは、別に一本の道と以外に天に続く道がある。なるほど、これじゃないってことか。ということでね、せっかくやってきたんですけど、天に続く道じゃなくて、一本の道、天に続く道に似ているという道でございました。まあね、北海道の道はね、どこの道もほぼほぼまっすぐなんでね、全部似てるんですよ。騙されてしまいました。二人だけの方に、あっちの方に天に続く道がある。あ、そうなの？これじゃなかった。ここから後ろを見たら天に続く道。なるほど。で、はい。
というわけでね、本物の天に続く道、展望台の方にやってきました。止めようか。でも1や。でも延々つながってるからこれなんやろな。これ望遠レンズがないと撮れねえな。これ望遠レンズじゃないと何撮ったのか分からへんって多分。ましてこっちは海やね。ここやね、道の駅ね。通り過ぎちゃった。入るところはどっか正面にあるかな。またね。ネイチャーセンター。ネイチャーセンターでいいかな。じゃあよかったです。ネイチャーセンター。行ってみます？ネイチャーセンターのトイレに。ネイチャーセンターにトイレあって。ラクダ岩があるよ。お、はい。知床世界遺産センター。50メートル以上の距離を取りましょう。知床の観光拠点であるウトロ地区に位置する世界遺産センター。ここは単なる展示施設ではなく、知床の奥深い自然に入る前に必ず立ち寄るべき知床の玄関口です。世界遺産知床、その奥深い自然へと続く道の途中に知床のすべてを凝縮した場所があります。道の駅ウトロシリエト区に隣接する世界遺産センターです。ここでは知床がなぜ世界遺産になったのか、その理由である海と陸のつながりを分かりやすく学ぶことができます。さらに重要なのが、知床のルールを知ること、ヒグマと遭遇した時の対処法や自然を守るためのマナー、知床という神々の遊び場を歩かせてもらうための大切な心得をここで再確認してから、私たちは知床の核心部へと向かいます。そしてスタッフの皆さんが心を込めて作り上げた手作りの解説パネル。例えば知床を走れば必ず出会うエゾシカや命をつなぐために川を遡る鮭やマスの生態について。一つ一つ丁寧に書き込まれたイラストや解説は図鑑よりもずっと親しみやすく、かつ専門的で時間を忘れて読み入ってしまうほどの面白さです。なぜエゾシカが増えているのか、遡上する魚たちがどうやって森を育てるのか、スタッフの方々の温かい視点と言葉で綴られたパネルは、旅の途中で目にする何気ない風景の意味を鮮やかに変えてくれます。もちろん最新のヒグマ目撃情報や安全に楽しむためのマナーもここでしっかりとインストール。実寸大の写真に圧倒され、手作りのパネルで知識を深める。知床の今を五感で感じて学んだ後のドライブは、絶景の見え方が驚くほど変わっているはずです。
時間の方もね、いい時間になってきたので、お昼ご飯を食べに来ました。ほら、ちゃんとね、英語のメニューもありました。英語のメニュー、そしてこっちは中国語のメニュー。ではお料理の方説明させていただきます。知床漬け丼はもう味付いてるので、足りなかったら醤油とわさび足してお召し上がりください。はい、ブリ丼味付いてませんので、醤油とわさびをお使いになってお召し上がりください。そして本日のおばんざいが奥からブリのフレークっていうオリジナルのメニューと鮭の西京味噌焼きになってます。で急須の中にはですね、カジカっていうお魚使用したお出汁が入ってますので、最後お茶漬けにできるようにご用意させていただいております。そして、ホタテの違いのお味噌汁ですね。ぜひ最後までお楽しみください。北海道の冷たい海で育ったブリは身が引き締まっていて、実に上品な味わいです。脂は乗っていますが、決してしつこくない。後味は驚くほどすっきりしています。わさびを少し多めに乗せていただくと、ブリの甘みが引き立ち、北の海の豊かさが胃袋に染み渡っていくようでした。新鮮さと天然の甘みがすごすぎて、醤油をつけるのがもったいないぐらいのね、ブリで、とても美味しかったです。そしてこちらはまさに海の親子共演。特製のタレにどっぷりと使った鮭はねっとりと濃厚で、噛むほどに凝縮された旨みがあふれ出します。そこへ弾けるイクラの塩気、プチプチと弾けるたびに磯の香りが口いっぱいに広がります。漬けにすることで一体感が増し、鮭とイクラ、炊きたての白飯との相性は言うまでもなく最強の一言です。この琥珀色に輝く鮭の漬け、時間をかけて丁寧に味が染み込んでいるのがよくわかります。宝石のように散りばめられたイクラ、一粒一粒が濃厚で余計な調味料はいりません。タレの旨味、鮭の脂、そしてイクラのコク、この三位一体のバランスこそが同等の旅で味わいたかった本物の味ですね。いやー、これが至福の親子丼ですね。じゃあお茶漬けにしてみます。半分ほど食べ進めたところで、お待ちかねのだし茶漬けに使うのは北海道で鍋小橋の異名を持つほど旨味が強いカジカから取った特製のだし汁です。透き通った黄金色のだしを注ぐと、鮭の漬けから溶け出した旨味と重なり、さらに重層的な味わいへと進化します。カジカのコクがあるのに雑味のないだしがイクラの濃厚なコクをより一層引き立ててくれます。お茶漬けにすることで鮭の身の甘みが際立ち、最後の一滴まで飽きることなく、というよりむしろここからがメインディッシュと言いたくなるほどの満足感でした。こんなんやった？以前にもここへは来たことがあるはずなんですね。羅臼岳に登るときにここでクマスプレーを借りていったと思うんですけども、どうもなんかこう入ってきた時の様子が違うんですよ。中はこんなんやったな。これか。中に入ってきてみると、中は前と変わらず同じでした。やっぱりなんか駐車場が変わったんですかね。昔のストリートビューを見てみると、駐車場の入り口が変わってましたね。そうそう、以前ここに来た時に偶然ね、スイカヘルメットの出川哲朗さんと遭遇したんですよ。ガスって何も見えませんでしたわ。だから駐車場、展望駐車場、パスしてきました。半島の南側はどうも晴れてそうな感じですね。あ、北方領土、那智離島が見えます。
雲おったもん。マジで雲おった？雲おった。水源でも。あれあれもそうちゃうの？さすが熊の生息地ですね。それに最近不幸な事故が起こったらしくて、羅臼岳は現在入山禁止になっています。そういうこともあって、あちこちで熊を確認することができます。この動画のカメラではね、なかなか映せる距離ではないんですけどね。はい、ここはもうね、トイレ休憩だけで次へ進みたいと思います。はい、やってきたのは、マルエホテル田原橋館。このホテルはね、日帰り温泉もやっているということで、温泉に入りにやってきました。大人1人600円、露天風呂もあって、天然温泉 100% かけ流しということです。そして温泉にも入ってさっぱりしたところで、次にやってきたのはコインランドリー。洗濯してる間にね、夕食の買い物をして、そして夕食の仕込みをしておきたいと思います。はい、今日はね、日本酒もあるんで、おでんを作ろうと思っています。おでんはね、やっぱり味が旬でないとね、美味しくないので、こうやって洗濯してる間にね、プレ調理をして、また後でキャンプ場に着いてからね、温め直していただこうと思っています。プレ調理終わったんで、とりあえずね、シンクの中に置いて、これで今からキャンプ場に移動したいと思います。お疲れ様でした。入っちゃった。ここ受付。受付。とりあえず受付せなあかんよ。お大東ふれあいキャンプ場に到着しました。というわけで、おでんが出来上がりました。パックのおでんプラス、ちょっと具を足してね、北海道おでん。それで食べ方は姫路風でいきたいと思います。大根と卵、ウインナーを別に入れたんですよね。そうですね。卵をね、ちょっと半熟でいこうと思ったんですけど、ちょっぴり片茹でになっちゃったみたいです。残念。姫路風おでんやから、ちょっとだし汁と生姜で食べたいと思います。姫路じゃないよ。姫路やね。卵の味付け卵の汁と生姜やね。そうそう。で、ナスは昨日の残り1杯ずつあるかな。あるかな？はい。おちょこに1杯ずつでした。上川大雪酒造さんの4年寝かせたやつね。で、最初、開けた時はちょっと炭酸感があるやつでした。ピリピリって。いただきまーす。あ、でもちょっとまだピリッとしてるね。ちょっとピリピリ感はあるけど、美味しい。まろやかになったね、ちょっと。うん何日か経つとね。あ、そうやね。そしたらおでんからいただきましょうか。もともと入ってた具。謎の三角。謎の三角形。なんやろ、謎の三角形。謎の三角形が見つかれへん。練り物。何の練り物でしょう。これはなんやろ、ガンモ？ガンモ。卵をちょっといってみようか。これは完全に片茹でやね。バンドエイジア。でもちょっと黄身、まだ黄色いところがあるから、あれかな。6分でこんなになる？タイマー狂ってんじゃないの？美味しい。お大東ふれあいキャンプ場の朝、目の前に広がる野付湾は風がなければ鏡のように穏やかで、対岸には野付半島が細長いシルエットを見せています。
さあ今日はおとつい焼いたチーズケーキと合わせるためですね、エスプレッソを作ります。お水、これぐらいかな。スプーンでやってもこぼした。縁にねついとったらね漏れるからね。はい。これぐらい？これ黄色に黄色？今ちっちゃいやつ。ああこれな。普通のコップに分量がわかんねえや。どうしたらいい？量を変えて。これぐらい？これぐらい。じゃあ僕の方に。はいどうぞ。エスプレッソがね冷めちゃうからね。さっき飲みましょうか。チーズケーキとエスプレッソができちゃったので、とりあえずね先にエスプレッソとチーズケーキだけいただきます。サラダとか間に合いませんでした。また後で食べます。でとりあえずヨーグルトとチーズケーキとエスプレッソいただきます。いいね。濃縮やからねうまいね。じゃあチーズケーキもいただきます。今日はこんな景色の中で食事いただいてます。ここはね、何湾かな、野付半島の内側、別海町、お大東キャンプ場、海沿いのねすごいいいとこです。城内の道がね狭くてちょっとバスで来るとS 字とクランクの連続みたいなキャンプ場なんですけど、それを除けば値段も安いし、和音もカードも使えたね、でゴミの回収も90円だったかな、で全部してくれるし、すごい景色もいいしいいとこです。で奥の方の芝生のところは車も取り入れ可能ということで、最初ね電源サイトしか予約ができないということで電源サイトを予約してきたんですけど、電源サイトはアスファルトのところに道路の脇に車を止めて電源サイトが2箇所ぐらいあるのかな、
でキャンプ電源使わないんで、普通のフリーキャンプサイトの方、車乗り入れできるんだったらそっちに変えてもらえませんかということで、そっちに変えてもらって、で今こういう芝生の中に車を乗り入れして、この景色の中です。土日とかやったらいっぱいかもしれへんからね。ああ、でも今日祭日です。あ、そうやね。はい。祭日で。まあ昨日はね、普通の平日やったからね。飛び地やから。うん。ちょっとそういう関係なのかどうかわかんないですけど、今日は空いてます。静かな朝です。うん。さっきね、キツネも歩いてました。別海町小田井島ふれあいキャンプ場で宿泊してました。なかなかね、いいキャンプ場でした。ゴミも捨てれました。そしたら出発します。キャンピングカーのエンジンをかけ、野付湾をなぞるように走り出すと景色は一変します。左右を海に挟まれ、全長26キロの日本最大の砂州、野付半島です。標高はわずか数メートル。左に波立つオホーツク海、右に静かな野付湾、まるで海の上を駆け抜ける竜の背中を走っているような不思議な感覚です。あれは何？展望台が行ってみる？ネイチャーセンター。ネイチャーセンター。になってるからね、キャンプ場ごっつい静かや。そうやね。こ透明すっげえ音してるね。これやね。これ止まってたところはここです。そして今ずーっと行って、そこからずーっと来て、今ここのネイチャーセンターですね。そしてこの先ずっと野付岬灯台、この辺まで行きたいと思います。ネイチャーセンターのオープンは9時。まだ少し時間があるので周りを散策して、そしてね、灯台の方も先に行ってきたいと思います。はい、避難場所、通常は展望所としてご利用くださいということで、避難場所なんですね、これね。国後島、あれさ、後ろの方にうっすら見えてんのも国後の後ろのエトロフ、国後エトロフ歯舞車コタンやな。エトロフやな。あ、この先関係者以外たち歩いてなら灯台までは行けるそうなので、歩いて行ってみたいと思います。結構遠いですよね。そして道がこんな感じ。
そして黒豆を踏まないように気をつけながらあぜを抜けると、はい、やってきました野付崎灯台。さあ、それではネイチャーセンターもそろそろオープンしている頃なので、ネイチャーセンターに戻ってみましょう。灯台を後にし、再びネイチャーセンターに戻ってきました。今度はしっかり開いていました。館内に並ぶのはこの過酷な自然を生き抜く動物たちの迫力ある剥製やパネルです。エゾシカやキタキツネ、そしてこの湿原を愛する野鳥たち、その毛並みや鋭い眼光を間近に観察することで、彼らの生命力の強さを改めて感じます。また、壁面を飾る数多くの写真は、私たちの滞在中に見ることのできない野付の四季を鮮やかに伝えてくれています。図書のコーナーには、この地の自然や歴史を紐解く多くの資料が並び、地質に関する展示では潮流によって運ばれた砂がどのようにこの半島を形作り、そして今どのように浸食され沈み続けているのかという地球規模のダイナミズムが克明に解説されています。はい、これはオンネ島大橋ですね。オンネ島は根室十景に数えられた景勝地の一つであり、野付風連同立公園に含まれ、2001年には日本の重要湿地500に選出されているそうです。はい、根室市内、ここは根室の駅前通りですね。お昼ご飯を食べにやってきたのはここ、ニューモンブラン。このエスカロップとオリエンタルライスとビドッグライスっていうのはどういうものなのかちょっと教えてください。はい。本に載ってる。当店がこちらになります。はい。エスカロップはバターですね、タケノコのみじん切り、はい。でバターで炒めて、でご飯で炒めて、でカツが乗っているのがエスカロップで、はい、エビエスカロップっていうのはエビフライになります。はい。でデミソースが、でこちらの方にサラダが若干ついてます。でオリエンタルライスっていうのは、はい、同じくタケノコのみじん切り入ってるんですけど、はい、カレー粉でご飯炒めてます。でこれに、サガリでデミソースで和えてます。でビドッグライスっていうのはケチャップご飯に、ミートボールがついてます。でそれぞれサラダ、はい、がついてます。なるほど。はい、でこれがこの辺のおすすめなんですか？そうですね。これが一番出ますね。はい。じゃあ一つこれやな。はい、でオリエンタルライスですね。よろしいですか？はい。かしこまりました。はい、じゃあお願いします。こちらお持ちいただいても大丈夫ですよ。根室並みなんですけど。そうなんですか。はい。ありがとうございます。はい。はい。これが根室で有名なオリエンタルライスとエスカロップ。これがオリエンタルライス。そしてこっちがエスカロップ。両方ともこのスープがついてます。いただきます。これがオリエンタルライス。ほんのりカレーですね。カレーで
ご飯がカレー味。ご飯がカレー味。そしてエスカロップ。これは豚のカツ。なんでタケノコご飯なのね。不思議やね。うちもカレーの方にタケノコ入ってるんで。タケノコご飯カレーで炒めるって、それもなんか、あんまり考えへん発想だけど、美味しい。うまいね、タケノコね。タケノコご飯とデミグラスって。なんか想像できんかったけど。そうなんです。タケノコご飯とデミグラスソースってなんかミスマッチなような気がしたんですけど、すごくあってね、美味しかったです。エスカロップとオリエンタルライスで腹を満たして、さらにね、東へ走ってやってきたのはこちら。根室にやってきたらここですよね。現在行くことのできる日本の一番東の端のサップ岬です。前回来た時はすごい風が吹いてて天気悪かったんですよね。今回はリベンジということでやってきました。その時はね、最東端の駅ということで東根室駅にも行ってきました。今回はね、鉄オタではないので、まあもういいかなという感じで駅は飛ばしましたけどね。根室の市街地の一角にまるでお城の跡のような、あるいは北欧の古城のような不思議な風景が現れます。ここ明治公園です。一番の見どころは青空に映える3基の巨大な赤レンガ造りのサイロ。この場所はかつて明治39年に創設された国営の明治牧場でした。現存するこのサイロは昭和7年から昭和11年にかけて建てられたもので、国内に現存するレンガ造りのサイロとしては最大級の規模を誇ります。サイロは家畜の餌となる牧草を貯蔵するための施設。かつてこの地で盛んに行われていた大規模な酪農の歴史を今に伝える貴重な遺産です。その歴史的な価値が認められ、国の登録有形文化財にも指定されています。日本の歴史公園100選にも選ばれているこの公園、かつての開拓者たちの汗と牛の鳴き声が聞こえてきそうな、どこかノスタルジックな空気が流れています。ドライブの途中に少し車を止めて、この重厚なレンガの壁に触れてみると、根室という町が歩んできた長い時間を感じることができます。ほんまにレンガや。国道44号線を進むと、その途中に大きなガラス張りの建物が見えてきます。ここが道の駅スワン44根室です。一歩中へ入ると目の前に広がるのは風蓮湖の大パノラマ。壁一面が巨大なガラス窓になっていて、まるで湖の上に浮かんでいるかのような開放感が味わえます。ここはまさに鳥たちの楽園。冬から春にかけてはその名の通り多くの白鳥が、そして秋や春には天然記念物のオオワシやオジロワシが羽を休める姿を館内に設置された望遠鏡から観察することができます。はい、霧多布岬の展望台やってきました。Climbing up the emerald hill, where sea and sky meet calm and still. A white lighthouse stands so bright. はい。霧多布岬。 Dancing grass and morning
絶対望遠じゃないと無理や。あ、潜った。見えないですよね。電子ズームで寄るとちょっと荒くなっちゃうんですけど、こんな感じ。ラッコがいるんですけど、わかりますかね。ここで見てる。なんか祭りやってます、祭り。はい。ソーラン節やで。こっからやったらよう見える。あ、そこや。こっからやったら。はい。かゆってやっと寄れたらいいんだけどね。うん。東福岬灯台。まだあるんかい。今度こそほんまに先っぽやな。どっち騙されよった。これが、あ、松浦武四郎や。もう来たね。ほら、武四郎ですよ。来ましたね。うん。岬からこっち側もずーっと回ってきたら捨てがたい景色でした。どうよこれ、すごいね。はい、後ろを振り返るとこれ、戻るのは大変そうですね。やってきたのは浜中町ふれあい交流保養センター。さっきね、ここの駐車場にね、祭りの車が入ってきたんでね、しばらく見てました。浜中町といえばモンキーパンチさんの出身地ということでね、有名ですよね。さあ、そしたらお風呂に入ってきますか。予約制ってなってます。よかったら出ました。予約
性なの。はい、お風呂も上がってさっぱりしてからやってきたのは厚岸にあるカキ金オイスターバーかき場さんです。おしゃれなお店じゃないですか。景色。ああ、スモーキーなええ匂い。そして、札幌クラシックノンアル。シングルモルツウイスキー。へえ、ああ。これがやってございます。おはようございます。そして昨夜仮眠させていただいたのは道の駅厚岸グルメパーク、通称コンキリエというらしいです。ここは北海道内の道の駅ランキングで常に上位、特に食事部門にランクインするまさに食べるために立ち寄るべき道の駅です。ところが僕たちはですね、夜やってきて早朝に出発するため何も食べることができませんでした。おはようございます。朝の散歩ということで厚岸の街を少しブラブラっとしてみました。厚岸の駅の中にもなかなか希少で手に入りづらいという厚岸ウイスキーがこのように展示されていました。もちろんね、ボトルは空ですけどね。本日の朝ごはん、チーズケーキ、コーンスープ、ヨーグルト、そして野菜とソーセージの炒め物、コーヒーです。じゃあいただきます。はい、やってきました。北海道遺産厚岸国体寺跡ですね。厚岸草栽培地。あ、これや。赤いやつです。ちょっと先が赤くなってるね。これですね、赤くなるやつ。そうです。サロマ湖を赤く染めていたあの草がこれですね。この厚岸草はサンゴ草とも呼ばれ、全く同じ植物で、ヒユ科の一年草です。北海道厚岸湖で発見された厚岸草が秋に紅葉し、海に生息するサンゴのような姿になることからサンゴ草の別名で親しまれています。北海道の能取湖、サロマ湖、厚岸湖、そして岡山県などに群生が確認されているそうです。仏下舎利塔。厚岸町指定の有形文化財です。内部にはお釈迦様の歯、3粒のお骨が収められています。1805年、国体寺の初代住職が寺に赴任する途中で、仙台藩主の屋敷に立ち寄った際、道中の慰めにと鉢植えのすももを贈られました。厚岸に到着後、鉢植えだったものを境内に直接植え替えました。樹齢220年を超える由緒ある老木です。これが国体寺の桜と呼ばれている木ですね。1790年代国体寺が創建された頃に松前藩の役人によって植えられたと伝えられています。目的地は右側です。お疲れ様でした。
ちの来場者用。あれ一応受付。駐車場に止めてから来てって言われる。こっちこっち。こっちこっち。はい。続いてやってきたのは北海道が誇る乳業メーカー。はい、こちらです。今日は四つ葉乳業さんにやってきました。美味しさまっすぐ感でございます。北海道の美味しさをまっすぐ。おー。On every hand, let's go now to a world we don't yet understand. Beyond the entrance, the adventure いただきます。 Giant milk factory on a wondrous tour. White pipelines stretching from shore to distant shore, where delicious milk is born, so pure and bright. Put into this magic world with all its dazzling light. 本日は四つ葉乳業十勝主幹工場おいしさまっすぐ館にお越しいただき誠にありがとうございます。四つ葉乳業は北海道の美味しさをまっすぐをコーポレートスローガンとして、それぞれのブルーボックスのまっすぐというスローガンには3つの思いが込められています。1つ目に四つ葉ブランドの牛乳・乳製品の原料となる生乳・乳原料のすべてが北海道産であること。2つ目にお客様に真面目で誠実であること。3つ目に酪農家とお客様を結ぶ架け橋であることという意味が込められています。ここおいしさまっすぐ館の名前もこのスローガンから名付けました。また皆様の目の前にあるこのまっすぐな道も当社の思いを表現しています。ただ残念なことにですね、こちらのお写真十勝で撮られたものではなく、北海道の北側にある稚内市の少し下にありますサロベツ原油で撮られた写真でございます。十勝ですとどうしても山や電柱が映ってしまうため、サロベツ原油にて撮影いたしました。ちなみにこの写真ですね、左右どの位置から見ていただいてもこちらの道がまっすぐ自分に向かって伸びているように見えるトリックアートになっております。よかったら皆様左右に移動してご覧になってみてください。Tiny labels affixed with precision and grace, each one a message from this amazing place. ところで皆さん、酪農家の一日どういったものかご存知でしょうか。 The kind man in the middle explaining patiently the bonds between animals and humans too, so deep, precious lessons learned, secrets we will keep. How care and effort make goodness truly shine. A simple product yet wonderfully divine. Helmets on our heads, gloves on every hand. Let's go now to a world we don't yet understand. A deeper meaning for the milk we drink each day. Giant milk ここ音更町にある十勝主幹工場のほか、釧路市に本線工場、紋別市にここを作った実工場、浜頓別町に宗谷工場と、北海道でも酪農が盛んな地域に4工場を持っております。all its dazzling light. Giant milk factory, thank you for this day. Giving strength to body and heart. 牛乳でしょ。こちらの10円の分が Sweet taste of 北 milk. 海道の牛乳や乳製品って本当美味しいですよね。その美味しい牛乳や乳製品がどうやって作られているのか、すごく勉強になりました。工場の中はね、撮影不可だったので、ぜひ実際に見に行っていただければなと思います。四つ葉乳業はこれからも安全かつ安心、そして何より美味しい牛乳・乳製品をお届けいたしますので、これからも変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。改めまして本日は誠にありがとうございました。旅の途中に見えて
これより先へは入れません。なんじゃそれ。イメージだけか。NHK のドラマ？これはポルシェ？遺跡や。ポルシェではなかったな。北海道にはさ、結構まだポルシェの幸運とか残ってるらしいわ。そうなんだね。あ、四つ葉乳業置いてある。連続テレビ小説夏空。へえ。知らんけど。すずちゃん。この十勝地方が NHK のテレビ連続ドラマ夏空の舞台になったことで、主人公夏が育った柴田家の母屋、サイロ、牛舎が再現されており、無料で見学が可能です。この道の駅では十勝の風景や食文化を伝える場として地元の食材を使ったグルメや特産品販売が充実しています。立花隆さんにね助けてもらった兵庫県の県民なんでね、 NHK のドラマのことは全く知らんけどね。はい、そしてこちらはゴジラ。ゴジラのテーマソングを作曲した伊福部明さんが幼少期に過ごしたのがこの音更町だそうです。これ四つ葉乳業さん牛乳使ってるから。あ、そうなの？四つ葉乳業さんのアイスクリーム。牛乳を使ってる。そしてやってきたのは帯広の住宅街の中にあるひまわり温泉。この温泉の特徴はモール温泉。古代の植物が堆積してできた地層から湧き出すお湯は美しい琥珀色。植物性の有機物をたっぷり含んだ美肌の湯は湯上がりは驚くほど肌がすべすべになりました。そして温泉のレストランではなぜかこの北の大地でオリオンビール推し。晩ご飯作りたいと思います。今日はね、四つ葉乳業さん見学に行ったんですけど、生産者指定の牛乳なかなか売ってないって言ってたんですけど、マックスバリューで見つけました。見たことないよね。ね、うん、日本しかなかったよね。なかなかないそうですよ。餌とか厳格に決めた。そうそうそう、遺伝子組み換えを使わない餌をわざわざ使って指定農家さんで作った牛乳を主に共同購入向けに出荷してて、ちょっとさばききれない分を一般に流してるっていうものなので、いつでもあるものとは限らないそうですが、たまたまありましたんで買ってきました。んで今日は牛乳で鍋しようかなと思ってます。そしたらまずちょっとこの硬い野菜から切っていきましょうかね。これこっちの方あれやね、1個売り、人参もじゃがいもも、それからあと何でしたっけ、玉ねぎも1個売りがあるね。なかなかないよね、僕らの方はね。牛肉入れました。北海道産玄米牛切り落としでございます。オホーツク牛です。はい、そしたら牛乳を入れていきましょう。四つ葉牛乳。そしてブイヨンがないのでコンソメでいきます。こんなもんかな、もうちょっとかな。美味しく出来上がりました。ちょっとね、汁少なめなのは汁が余ると処理に困るので汁を少なめにしておりますが、で合わせるのはこれはシャルドネ。アメリカ合衆国。アメリカ合衆国ですか。シャルドネでございます。馬が乗ってます。カリフォルニアワインですね。最近のアメリカのワイン美味しいね。そうやね。あ、
あ、うまい。フルーティー。フルーティーやね。シャルドネ。うん。美味しい。今北海道のじゃがいもあたりから来た。ホクホク。本当に鍋やのにじゃがいも入れるんかなと思って。シチューだね。なんかシチューっぽいうん。野菜が余ってたから、美味しいっすわ。牛乳がね、濃厚やからね、だし出てます。美味しそうなパン見つけたんでね、買ってきました。北海道小麦 100%。パンが焼き上がりました。こんな感じです。レーズンが入った。美味しいよ、これ。これに合わせて。これに合わせて。いただきます。おはようございます。昨夜仮眠させていただいたのは道の駅中札内。今日は朝から天気が悪いので観光はやめて作業日にしたいと思います。旅をしているとどうしても必要なのが洗濯。やってきたのは道の駅中札内からすぐ近くにあるコインランドリー。旅をしていてほんと便利なのがコインランドリーや温泉、公衆トイレ、道の駅、コンビニエンスストア。最近のコインランドリーは別に洗剤を用意して入れる必要もないし、クレジットカード、電子マネー、QR コード決済もできるようになりました。洗濯が終わればメールで連絡が来るとかね、そういう便利なところも増えてきましたね。そして洗濯の後は更別すももの里。ここはね、広い駐車場と綺麗な公衆トイレがある公園でした。ここでね、一日中動画編集とかをしてました。そしてお風呂にやってきたのは福祉の里温泉。ここはね、町外の人でも450円で入浴できるという温泉です。今日はね、朝から一日車の中で編集作業をしてたのでね、食事ぐらいは外に出ようということで、夕食にやってきたのはこちら、食堂我が家。餃子定食と焼肉定食をいただきました。とても美味しかったです。今日はね、一日中雨が降ってたんでね、中札内の町内を少し移動しただけで、全然進んでいないのでね、また道の駅中札内に戻ってね、仮眠を取らせていただこうと思います。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。